は。IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は出たばっかりの新商品でたくさんいいものがあるので紹介していきます。特に4月10日に発売になったストックホルムコレクションから、前回はソファーなど紹介したんですけども、今回はもう少し小物類を紹介していきたいと思います。前回紹介した中ではこちらのガラスのローテーブルが一番反響がありました。デザインが本当に素敵ですよね。あとはせいろなど購入したものがあるので紹介していきます。では行ってみましょう。はい、ではまずはストックホルムコレクションからこちらのペンダントライトを紹介します。すっごく素敵なデザインなんですけども、このテクスチャーがとっても綺麗なことに驚きました。プラスチックなんですけども、この布みたいな模様が入ってまして、とっても綺麗です。電球は別売りなのでお好みの明るさのものを選ぶことができます。もう本当に可愛くてうっかり買ってしまいそうになりますよね。しかもこれパッケージがすごくコンパクトで、もうちょっと小脇に抱えて持って帰ってしまいそうで怖かったです。組み立ては結構ややこしそうでした。腰を据えて取り組んでください。で、価格もストックホルムコレクションは基本的に素材にこだわっててちょっと高級なんですけども、こちらの照明はいつものIKEA価格となっています。これ狙ってますっていう方結構多かったです。ぜひお早めにゲットしてください。この天井側のなんていうんですか、ペンダントライトの天井側のデザインも他とちょっと違ってて、IKEAのいつもの形と違ってておしゃれでいいなと思いました。私だったらこのダイニングテーブルの上なんかに置いたら可愛いかなと思いました。こちらのコーディネートのように多頭で使うのも可愛いですね。で、他にも照明ストックホルムコレクションが出てまして、こちらはテーブルランプなんですけども、土台がねまためちゃくちゃ可愛いんですよ。トラバーチンと呼ばれる天然石製です。大きさはね思ったより大きいかなと思ったんですけど、すごくホテルライクで可愛いなと思いました。とりあえず私も今買い物かごに入れている状態です。同じデザインでフロアランプも出ています。いずれも電球は別売りとなっています。ダイニングテーブルも出ていまして、こちらは多くの付き板仕様になってまして、もう売り場の中でこれだけがすごい別格のような佇まいなんですよね。やっぱ素材がいいと際立ちますね。デザインはシンプルなんですけども、ラウンドテーブルっていうだけで結構目立ちますので、お部屋の格を上げてくれる商品だなと思いました。で、こちらはかなりちょうどいいサイズと言いますかなんですけど、もう一つすごく大きなサイズのダイニングテーブルも出ています。ちょっと伝わりますかね。今片側にダイニングチェア2個並んでますけども、3つ余裕で並びます。そのぐらい大きいです。で、こちらのダイニングチェアもストックホルムコレクションのもので、かなり攻めたデザインとなっています。ただ座り心地はすごい良かったです。意外と座面はレザーでしてラグジュアリーな雰囲気があります。結構重たかったですね。なんか足がねこんな変わった位置にあるんでどうかなと思ったんですけども、座り心地は良かったです。で、こちら側にベンチが出ていまして、これも実物見たら思ったよりも大きかったですね。でも素材感はとっても綺麗でした。私も今これソファーの後ろに置きたいなってちょっと思ってたんですけど、思ったより大きかったですね。部屋のね雰囲気をすごい良くしてくれるだろうなとは思ったんですけども、こうね収納を兼ねるのがすごい便利ですよね。続きましてチェストを紹介します。こちらはちょっと高床式になったチェストなんですけども、扉付きなのでがっつりと収納力もありそうです。この扉に鍵がついたデザインなのがすごい素敵ですよね。もうこの鍵をなくす未来しか見えないんですけども私の場合はですね。で、中棚板も2枚ついています。機能的ですよね。場所も微妙に変えられるみたいですね。こういう収納ってこの上が飾るスペースになるので、それがいいなと思いました。で、こちら3色展開となっています。こちらは公式サイトの画像ですけども、デコレーションもとっても素敵ですよね。
でこのあと後ろに置いてあるガラスキャビネットがとっても可愛いです。足のデザインも可愛いんですよね。もう実物見てね、うわーって思ったのが、もうガラスの質感がとっても綺麗で、この取っ手もないんですよ。取っ手が彫り込み式っていうんですかね、ガラス自体に彫って作られていて、ちょっと開けにくいかなと思ったんですけども、完全にビジュアル重視ですね。360度どこから見ても美しいチェストです。ちょっとね、開け閉めは大変でした。ただ納得のクオリティですね。お値段するだけはあります。こういう大型の家具は店舗ごとの在庫数が少なめですので、狙っている方は在庫数をチェックするようにしてください。ストックホルムコレクションからクッションカバーも何種類か出ています。どれも北欧らしい柄になっています。私はですね、こちらを購入してきました。カバノキ模様のホワイトを選びました。まだ開いてないですけど、もう合ってますよね。後ろに置いてあるパーソナルチェアはストックホルムコレクションのもので、前回紹介しました。前回も言ったんですけど、ちょっとね、組み立てが難しかったです。はい。でクッションカバーなんですけども、生地は綿 100% です。伝わりますかね。結構しっかりした生地となっています。高見えすると思います。これでこのお値段はお得感ありますね。早速洗濯機に入れましたけども、綿 100% なのでお手入れが簡単なのもいいです。部屋のアクセントになったのでとても気に入りました。続きましては4月発売となった新商品の紹介です。花瓶です。すっごく可愛くって実物を見るのを楽しみにしていました。こちらです。かなり大きめでしたね。でも大きいからこそ部屋に取り入れたら存在感が出ていいですね。ちょっと紫がかった青っていう感じでした。お花を入れなくてもオブジェ的な感じでも使えますし、ハンディモップなどを入れてもいいかなと思います。キッチンコーナーでも見たいものがあったんですよ。こちらのお皿私愛用してて、こちらの同じ柄の小皿タイプを私愛用しているんですけども、同じ柄でマグカップが出ました。この柄結構おしゃれに見えるんですよ。でこの柄一つ一つ微妙に違うのも面白いんですよね。電子レンジ OK、 食洗機 OK のマークがついていました。でこちら以前紹介したバスケットなんですけども、ホワイトをね私購入したんですけども、ベージュも出ていました。ベージュは小さいサイズも出ていました。私これ水筒を乾かすのに使ってます。乾くまでの一時置きみたいな感じでで水筒も白いものを使ってますので、ごちゃごちゃして見えなくて気に入っています。はい。で購入品なんですけども、今回はこちらのせいろを購入してしまいました。日本以外の国では結構前から販売していたんですけども、昨今日本でもせいろ流行ってるじゃないですか。なので日本にも入ってきたのかもしれません。IKEA のせいろは竹製でちょっと大きめなサイズになっています。直径23センチと記載がありました。内寸で高さは6センチぐらいでしたね。皆さんせいろお持ちですか？ぜひおすすめの使い方などあったら教えていただきたいですね、コメントで。初めの時はすごい竹の匂いがしましたので、空炊きって言うんですか、しました。はい。で至って普通の竹のせいろって感じだと思います。はめ合わせの仕方などはこんな許容範囲内かなって感じですね。結構週末にまとめていろいろ冷凍して仕込んでおきまして、で平日はスチームするだけみたいな使い方をしています。でこのせいろ用受け台みたいなのを Amazon で買いました。なんやかんや結構楽しくってですね、楽しいっていうか楽なんですよね。で美味しくなるし手軽ですよね。で大きさ結構大きいので同時にいろいろ作れて楽しいです。購入してから1週間毎日使ってます。テーブルがふわふわになるのがたまりません。あと IKEA のバリエラーも一緒にあるときっと便利だと思います。乾かすのに非常に重宝しています。
最初濡らし方が甘かったみたいでちょっとだけ焦がしてしまいました。本当に楽に美味しく食べられるっていうのは最高ですね。で本当1週間毎日使ったところ、もうこんな感じでちょっとだけね、わかります？ここ蓋のとこがピロンってなんか出てきたんですよ。でもいろんな YouTube 見ましたけども、結構せいろは消耗品だとおっしゃってたので、こんなもんなんでしょうか。皆さんいかがでしょうか。このピロンとなってる部分はハサミで簡単に切ることができました。そういえばうちトースターないんですよ。だからあったかいパンに感動したのかもしれません。でこちらもやっぱり買ってしまったんですよね。すごく素敵なデザインのお皿なんですけども、プレート、私は25センチの方を買いました。もう一つ小さいサイズも売っています。和食でも洋食でも合わせやすいデザインだと思います。あと色展開も2色あって、私はベージュを買ったんですけども、グレーもあります。IKEA は結構セット売りが多いんですけども、こちらは1枚単位で買えるのも嬉しいポイントだなと思いました。店頭の様子に戻ります。こちらは IKEA で人気のヘムネスというシリーズの家具なんですけども、こちらの本棚とコレクションケースから新色が出ました。それがこちらです。驚きの可愛さじゃないですか。グレーグリーンで棚板はブラウンとなっています。可愛いですよね。でヘムネスシリーズは木材を使っているので風合いもとってもいいんです。扉はちゃんとゆっくり閉まるタイプですし、引き出しもスライドレールがついています。中もねすごい可愛いんです。もう一つエーケナッペンという人気の棚があるんですけども、それの新色が出ていました。今まではシンプルなホワイトしかなかったんですけども、こちらは綺麗なブルーですね。両側はアスペンの木材で、棚板はスチールとなっています。1枚あたりの最大荷重が20キロとなっておりまして、キッチンで電子レンジを置くのに使ってらっしゃる方もいらっしゃいます。シンプルで使いやすいデザインですよね。こちらのようなハーフサイズの高さのものもあります。もう安くて可愛い丈夫っていうのですごく人気でして、 IKEA の公式レビューは419件で得点が 4.6 点となっております。すごい人気です。ちょっと変わった形のゴミ箱が発売されていました。機能がとっても面白いなと思いました。この蓋みたいな、蓋ですねをここだけちょっと開けて、ここで中にゴミを出し入れできるっていう機能的なゴミ箱でした。デザインが可愛いのでおもちゃ収納とかでも良さそうですね。スタッキングできますし。で季節的にガーデングッズがいろいろ出てるんですけども、今季はブルーのものがたくさん出ていますね。で、以前もちょっと紹介したんですけども、こちらのクーラーバッグがすごくてですね、こんな風に側面が横に開くんですよ。なので出し入れがしやすくなっています。上側はこのようにゴムバンドがついてまして、食器などを固定できるようになっています。毎年クーラーバッグすごい人気で結構品薄になってました。でストックホルムコレクションのブランケットを紹介します。なんとこちらはウールとメリノウールの混紡となってまして、かなりお高めとなっています。メリノウールなので通気性に優れていて、蒸れにくくて快適だと思います。もうサイズもかなり大きめとなってまして、周りのと比較してもここだけ寝具かなみたいなサイズ感になっています。もう発色もとっても綺麗ですよね。前かなに紹介した布団カバーなんですけど、オーガニックコットン 100% で、このふわふわした加工がとっても気持ちいいんですよ。ただね、もう洗濯後の糸くずがすごかったっていう話したんですけど、糸くずっていうかほこり、それが今3回目洗濯したんですけど、だいぶマシになりました。洗濯乾燥までかけてもうシワシワにならないのが本当に気に入っています。やっと心からおすすめできるようになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またすぐ次の動画でお会いしましょう。